は孔子について勉強するなんて眠くなりそうなのだ。どうせ偉そうなおじいちゃんが良いこと言いなさいって説教する話なのだ。あら、ずんだもん、孔子に対してそんな地味なイメージを持ってるのね。でも身を言うと、彼って身長2メートル近い大男で、55歳から14年間をホームレス生活をしていたって知ってたかしら。2メートルでホームレス。僕の知ってる道徳の先生と全然違うのだ。しかも人から野良犬扱いされてもヘラヘラ笑っていたという鋼のメンタルの持ち主よ。今日はそんな孔子の意外な転落人生とそこから見える凄みについて解説していくわね。エリートからの転落人生。まず孔子の見た目の話だけど、式には身長9尺6寸、今の単位で約216センチの大男だったと書かれているわ。でかすぎるのだ。そんな巨人が説教してきたら怖くて誰も逆らえないのだ。通称長門と呼ばれていたそうよ。彼はその体格と頭脳を生かしてロという国の政治家として出世していったの。50代前半には今の司法長官にあたる高い地位まで上り詰めたわ。なんだ、やっぱり超エリートなのだ。ホームレス要素なんてどこにもないのだ。ところが彼が優秀すぎて国が強くなるのを恐れた隣国がロの王様に美女や馬をプレゼントして堕落させる作戦に出たの。王様は骨抜きにされ、正論を言う孔子は煙たがられて政治の場から追い出されてしまったのよ。うわ、ハニートラップで失脚。王様がダメすぎるけど孔子も居場所がなくなっちゃったのだ。そう、ここから55歳にして職を失った孔子の長くて辛い放浪の旅が始まるのよ。14年間の壮絶な就活。国を追い出された孔子は自分の理想を受け入れてくれる国を探して旅に出たわ。これって言い換えれば55歳からの終わりのない就職活動よ。55歳からの再就職は現代でもかなりきついのだ。でも孔子くらい有名ならどこかの王様が雇ってくれるんじゃないのだ。それが全滅だったのよ。当時は春秋戦国時代でどこの国も戦争に勝つための富国強兵を求めていたわ。でも孔子が説くのは仁義や礼儀といった道徳による政治でしょ。なるほど。戦争したい王様たちからすれば綺麗事は役に立たないって思われちゃったのだ。その通りね。雇われないどころか命を狙われたり食料が尽きて餓死寸前になったことさえあるわ。それでも彼は14年間理想を説いて諸国を歩き続けたの。メンタル強すぎるのだ。僕なら3日で心が折れて実家に帰って引きこもるのだ。メンタル最強の草加の犬。そんな放浪生活中、ある有名な事件が起きたわ。帝という国で孔子が弟子たちとはぐれて一人で立ち尽くしていた時のことよ。地元の人が弟子に東門に奇妙な男がいると教えたの。2メートルの巨人が一人で立ってたらそやめだって不審者扱いなのだ。その人は孔子の見た目をこう言ったわ。上半身は昔の聖人のようだが、その疲れ切った様子はまるで草加の犬、つまり葬式を出した家で飼い主を失った野良犬のようだとね。うぐぐ、天下の孔子先生に向かって野良犬呼ばわりなんてひどすぎる悪口なのだ。でも弟子からその話を聞いた孔子は腹を立てるどころか大笑いしてこう言ったの。見た目の話はともかく野良犬というのはまさにその通りだとね。悪口を認めちゃったのだ。普通ならプライドが傷ついて落ち込むところなのだ。ここが孔子のすごいところよ。彼は自分が世間に受け入れられていない現実を客観的に認めて笑い飛ばせる強さを持っていたの。地位や名声がなくても自分の志さえあれば卑屈になる必要はないという究極の自己肯定感ね。まとめ。孔子ってただ真面目なだけじゃなくて失敗も笑い飛ばせるユーモアのある人だったのだ。2メートルの野良犬ちょっと好きになったのだ。結局彼は68歳で故郷に帰り弟子の育成と古典の編集に専念したわ。もし彼が順調に出世していたら論語という名著は生まれなかったかもしれないわね。失敗したからこそ歴史に残る教えができたってことなのだ。そうね。人生がうまくいかない時こそ孔子のように今の自分は野良犬だなと笑い飛ばす余裕を持ちたいものね。さて皆さんは辛い状況でも笑うことができますか？今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。